読むだけで一生お金に困らないメンタルブロック浄化法。どんな願いも必ず叶うんですって。ではこれにてカウンセリングを終了する。健闘を祈っているぞ。はい、本当にありがとうございました。先生、最後に一つだけいいですか？なんだ？何でも言ってみろ。今月のカウンセリング料を払えそうにないんですが。そっか。まあ、来月まとめて払ってくれればいいよ。ありがとうございます。でも、このままじゃ来月も払える気がしないのですが。実は最近全く手元にお金が残らないんです。今月も給料日まであと1週間もあるのに、全財産が1500円ですし。なんだその中学生みたいな貯金残高。お前就職して1年も経つのにどうしてそうなった？それが全く心当たりがないんですよね。別に贅沢しているわけでもないと思いますし、普通の生活してるつもりなんですが、気づくといつもギリギリなんです。ほう。でもだからといって、このカウンセリングがなかったらまたニートに逆戻りしてしまいそうですし、そうなったらそれこそ破綻です。なんとかなりませんかね。なんとかなりませんかねって、そもそもお前の収支状況も把握していない私がどうのこうの言える話じゃないだろ。っていうか、毎月そんな感じなら、一度自分が何にお金を使ってるのか片っ端から考えてみたらどうだ？意外と無駄な出費に気がつけるかもしれないぞ。それは確かにそうなのかもしれませんが、僕の場合、もっと根本的な部分に問題があるような気がするんですよね。例えば、同じ職場の人でも、いっつもお金がないって騒いでいる人とそうじゃない人がいるじゃないですか。もちろん、家庭環境や固定費は人それぞれですし、当たり前といえば当たり前のことなのかもしれないんですけど、でも仮に僕が裕福な人と同じ条件で1ヶ月生活したとしても、やっぱり残高が残らないような気がするっていうか、要するにお金がある人とお金がない人の間に何か決定的な差があるような気がしてならないんです。なるほど。そういうことなら話は別だ。確かにお前の言う通り、節約とか貯金とか投資以前にお金に対して必要な支出は無数に存在する。やっぱりそうなんですか？ああ、私も仕事柄いろんな人のカウンセリングをしてきたが、お金がある人とお金がない人の間には結構明確な違いがあったりするし、傾向を分析するとそれぞれに共通した法則性のようなものが見て取れるんだ。先生、カウンセラーなのにそんなところまで見てるんですね。人の悩みは突き詰めていけば、メンタルとお金に直結していることが多いからな。だからこそ、カウンセラーがお金の悩みに対して明確な解決策を導く手段を研究していても、何ら不思議じゃないだろ。とはいえ、私は稼げる副業を紹介することもできないし、給料を上げる方法を提示することもできない。それはあくまで個人個人の問題だ。だが、お金を稼ぐためのマインドはある程度一般化して話すことができる。結局のところ、メンタル改善も稼ぐマインドを身につけるのも心の問題解決という点においては同一だ。もしよかったら追加カウンセリングとしてお金の話も聞いてみるか？今日はこの後もう予定入っていないから時間もあるし。いいんですか？あ、でも追加料金。これは半分私の趣味みたいなもんだからカウンセリング料はいらないよ。ありがとうございます。では、ぜひお願いします。わかった。じゃあ、とりあえず今からスタバに行って、ダークモカチップフラペチーノのトールサイズ買ってこい。あ、やっぱり無償じゃないんですね。お金が欲しい。そう思わない人は極めて少数派であると予想しております。おそらくほとんどの方がお金が欲しいと思いつつも、実際にはお金に困っている。もしくはもっとお金が必要だと感じているのではないかと思います。お金が欲しいと願いつつお金に恵まれない。このギャップは一体なぜ生まれてしまうのでしょうか。私自身の考えでその根本原因を述べるとするならば、
それは個々のお金に対する認識が最大の要因なのではないかと考えております。もちろん、お金に対する認識を変えたからといっていきなり宝くじが当たるとか、何もしていないのに勝手にお金が舞い込んでくるとか、そういった類の話ではありません。お金が欲しいという気持ちとお金を稼ぐ手段をつなぐ思考のあり方次第で裕福になれるか否かが決まるという話です。つまり思考を変える手段さえ手に入れることができれば、一生お金に不自由しない人生を手に入れることも十分可能となるのです。今の段階では信じられないかもしれませんが、本書では実体験も踏まえ、誰しも必ず読むだけでお金に愛される、ただ一つの確実な方法を検証に検証を重ねた上でご提示しております。本書を読み終える頃にはメンタルブロック解除法だけでなく、引き寄せの法則や各種スピリチュアルなメソッドも潜在意識の観点からすんなり理解できるようになることもお約束いたします。あなたの貴重な時間をほんの少しだけ私にください。必ず効果を実感していただけるという自信は、私がどれだけ謙虚になろうとしても一切揺るがすことができないのです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は読むだけで一生お金に困らないメンタルブロック浄化法という本をご紹介します。お金がたくさん欲しい。のんびりと裕福な暮らしがしたい。何にも気にせず欲しいものを買いたい。誰でもこういう思いってありますよね。なのにこれらの思いが実現したことってありますか？いや、むしろお金に恵まれないってことばかりだったりしませんか？そんなあなたに今日はとっておきの本をご紹介します。誰しも必ず読むだけでお金に愛される、ただ一つの確実な方法を教えてくれる本に出会ったんです。著者は願望実現研究家のジェグさん。他者へのカウンセリングや自分自身での実験を繰り返す中で、いろいろな願望実現メソッドに振り回されれば振り回されるほど問題解決が遠のくことを実感されたジェグさん。情報化社会で心の問題を解決してくれるのは、複数の情報ではなく一本の確かな道筋であるという確信のもと、書籍の執筆を始められます。本チャンネルでも以前、この通り進めば必ず叶う願望実現への最短ルート案内という本をご紹介したのですが、独特の空気感で世界の真実を語っていくスタイルでめちゃめちゃ大好きな本なんですよね。そんな彼がお金が欲しいという気持ちとお金を稼ぐ手段をつなぐ思考のあり方、そこに救うメンタルブロックを解除する方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。メンタルブロック。さて、一息ついたところで早速追加カウンセリングを始めるが、なんだその顔は。話を振っておきながら申し訳ないんですが、やっぱり話を聞いただけじゃ何も変わらないような気がして、実際マインドセットだけで本当に極貧生活から抜け出せるんですか？考え方一つでお金に困らなくなるっていうのはやっぱりちょっとうさんくさいというか、お金はどうしても物理的な要素で左右されると思われがちだから、確かに思考でどうのこうのって言われてもいまいちピンとこないっていうのもよくわかる。とはいえ、お金を手に入れるためには必ず何らかの思考が必要であることも事実だ。と言いますと？お金が欲しいという気持ちと実際にお金を得るという2つの事柄は必ず何らかのプロセスによって結ばれているだろう。お前の場合だったら会社勤めがプロセスだし、子供がお小遣いを欲しい時にはお手伝いやお使いなどがプロセスにあたる。
そしてそのプロセスを選択しているのは思考に他ならない。つまり思考のあり方次第でプロセスが変化し、その結果としての報酬額も変わってくるってことなんだよ。わかるか？全然わかりませんが。死ぬほどムカつく声で言わんでよろしい。要するにお金を稼ぐ手段は無数にあるし、考え方一つで報酬額なんていくらでも増減するってことだ。いやいや、残業代も出ないような会社に勤めてる僕にとっては固定給が上限なんですよ。先生の言うプロセスに思考の入る余地なんてないじゃないですか。それだ。はい？お前の倒すべき敵はそれだと言っている。何を言っているのかわからないのですが。そっか、まあいい。ちなみにお前、具体的にどれくらい余裕のある生活をしたいのか教えてくれないか？高望みはしないんですが、せめて毎月1万円くらいは手元に残る生活がしたいですね。本当に1万円でいいのか？ええ、今の収入だとそれが限度かなって。それだ。はい？それこそがお前の敵なんだよ。さっきから何なんですか？敵って一体。メンタルブロックだ。何ですかそれ？メンタルブロックっていうのは、簡単に言えば心の中に存在する自分の上限値のことだ。例えば、時速180キロが上限の車で時速250キロ出そうと思っても無理だろ。同様に人間もメンタルブロックを設定している以上、それを超えた成果は出せないようにできている。どういうことですか？さっきの自分の発言を思い出してくれ。固定給が上限とか、今の収入だと1万円が限度とか言ってなかったか？確かにそう言いましたね。ちょっと思考を掘り下げてみろ。普段から今の収入じゃ手元にお金なんか残るわけないとか、こんな安月給じゃお金持ちになんてなれるわけないとか、なんとなく考えてないか？言われてみれば確かに。断るごとに今の収入じゃって考えてる気がします。つまり今の月収が上限とか貯金なんてできるわけないっていうネガティブな思考から逆算して全ての物事を考えてるから、いつまで経っても手元にお金が残らないんだ。逆に言えばそのブロックを外してやれば、月に3万だろうと10万だろうといくらでも手元にお金を残すことは可能になる。いやいやいや、ちょっと待ってください。確かにメンタルブロックが邪魔してるっていうのはなんとなくわかりましたけど、会社からの給料だけで生活してる僕にとって収入の上限なんて決まってますよね。収入源が決まってるのに思考だけでお金が流れ込んでくるようになるなんて、それこそオカルトじみてて全く理解できないんですが。だからその収入源は会社の固定給だけって考え自体がメンタルブロックなんだって。少し長期目線で考えてみてくれ。いいか？この時代、お金を引き寄せるチャンスなんて無限に転がってる。もちろん宝くじを当てるとかそういうことじゃなくて、例えばメルカリで不用品売ってみるとか、ココナラでスキルを売ってみるとか、そういうアンテナの数だけお金の入り口を増やせるわけだ。仮に副業禁止だったとしても、会社で出世するとか昇給するとか、もしくはもっと条件のいい会社に転職するとか、本来可能性は無限に広がっているはずなんだ。とはいえ、今の会社の給料が上限とか、自分はお金持ちになれないとかいうメンタルブロックがあれば、必然的に他の可能性に対する視野は閉ざされてしまう。それはすなわち、プロセスに思考の入る余地がなくなって、有益な情報に対するアンテナを張ることができなくなるってことだ。いいか？よく聞け。自分はこれ以上稼げないって思考を消さない限りは、決して有意義な方法論や情報は入ってこない。つまりメンタルブロックを外すってことは、お金の入り口を一つずつ解放していく行為なんだよ。確かにお金の入り口が会社の固定給しかないって思い込んでるのはそうですけど、とはいえ全く他の収入源が思いつきませんね。何か特別なスキルを持ってるわけでもないですし。まあそうだろうな。もちろん
いきなり副業で稼げだの転職しろだの言うつもりはないよ。っていうか、そもそも具体的な収入源をどう増やすかなんてことはまだ考えなくていいんだ。重要なのは、まず心に存在する無数のネガティブなブロックを外すこと。これさえできれば、あとは脳が勝手にアンテナを張って必要な情報を受信するようになってくれる。なるほど。先に手段があるんじゃなくて、思考を変えれば後から勝手に手段がついてくるってことですね。ああ、それにおそらく今の思考のままあれこれ稼ぐ手段とか考えても、でもやっぱりあれだからとか、どうせあれしてもこれするだけだからとか、時間がないとか、ネガティブな結論しか思いつかないだろうしな。現状ベースの思考が導き出す結論に頼っていては決して前には進めない。人生が変わる瞬間っていうのは往々にして自分にとって予想だにしないタイミングで予想だにしないアイデアが舞い降りてくるって場合が多いんだ。稼げる人と稼げない人の違いは、このアイデアに対する受信感度の強弱に集約されると言い切ってもいい。そしてその感度を決めるのがメンタルブロックの有無ってことだな。だからとりあえずあまり先のことは考えず、結果は後からついてくると思って、まずはメンタルブロックの解除に全集中してほしい。潜在意識と顕在意識。さて、それじゃあまず、そもそもお金のメンタルブロックとは一体何なのかってことを深掘りして解説していくが、ここで一つ考えてもらいたいことがある。この世界には、お金持ちとお金に困っている人の両方がいるよな。ええ。じゃあ、多数派はどっちだと思う？お金に困っている人ですね。不景気ですし、最近は物価も高いですし、そもそもお金持ってますって公言している人より、お金ないって普段から愚痴っている人の方が圧倒的に多いじゃないですか。まあ、そう思えるのも仕方ないよな。実際、日本は裕福な国民が大多数を占めていますなんて言っている人を見たことがない。でも、ちょっと考えてみてくれ。本当にそんな大多数の国民が困窮して生活苦に陥っていると思うか？程度の問題なんじゃないですか？そりゃ貧しい国に比べれば日本はインフラも整備されてますし、社会保障もそれなりに手厚くて飢え死にすることもないですけど、かといってお金の心配が全くないかといえば全然そんなことないですし、自由に何でも買えるほど裕福な人なんてほんの一握りなわけで、結局養育費とか老後とか家のローンとか将来への漠然とした不安が日々のささやかな贅沢を許してくれなかったり、そんな積み重ねがどこか窮屈な日常を生んで、結果的にお金がないって発想につながっているように思いますね。というか、現実問題としてやっぱり手元になかなかお金が残らない時代っていうのは間違いないと思います。なるほどな。まさにその通りだと私も思うよ。おそらく今お前が言ったことが本質なんだろう。ところでお前、今将来への漠然とした不安って言ってたよな。はい。もちろん本当にお金に困っている人もたくさんいるってのは事実として、その一方で特に今現在不自由しているわけではないけれど、なんとなく漠然とした将来への不安から自分にはお金がないように感じている人もたくさんいるとは思わないか？まあ、それは確かにそうなのかもしれませんね。でも、将来のことなんて誰にもわからないですし、物価だってどんどん上昇してますし、そんなご時世において、これくらいのお金があるから安心って気持ちを持つこと自体が難しいとも思います。第一、その漠然とした不安感がなかったら、浪費三昧でそれこそ破綻しちゃいそうですし。ごもっともな意見だな。ただ一つだけ誤解してほしくないのは、お金への不安がないってことと浪費三昧は必ずしもイコールでつながるものじゃないってことだ。と言いますと？お金のメンタルブロックを外すためにはお金への不安を消すことも重要だ。とはいえ、不安感を消したからといって浪費が増えるかといえば必ずしもそうではない。私もお金のメンタルブロックを外せとは言うが、何も心配せずお金を使いまくれとは言わないよ。
というか、お金の入り口を増やしたからといって出口まで増やしたら意味ないだろ。焦点を当てるべきは、自分はお金持ちではない、もしくは自分はお金持ちになれないっていう根本的な不安感だ。節約しないと大変だとか、無駄遣いしたらやばいとかいう表面的な気持ちじゃなくて、もっと心の奥深くに眠ってる感情の方が重要ってことですか？そうだ。さっきのお金持ちとお金に困ってる人のどっちが多いかって質問を思い出してもらいたいんだが、おそらく同じ質問を別の人にしたとしても、お前と同じような回答が返ってくることは想像に難くないよな。それはすなわち、日本全体がお金に困っているイメージで染められているってことだ。日本特有の美意識として、貧乏して苦労してなんとか子供を育て上げるとか、苦労しなければ成長できないとか、幼い頃から裕福な子供は将来大変な目に遭うみたいなやつがあるだろ。こんな価値観が社会全体に蔓延してるんだから、当然日本に暮らす人々は幼少期から貧乏イコール美徳みたいな考えにさらされ続けることになる。漫画やドラマでも金持ちは悪役として登場することが多いしな。要するに、日本で暮らしている大多数の人々が意識的にせよ無意識にせよ、お金に困って苦労することを美徳として捉えるよう教育されているわけだ。これこそが自分はお金持ちになれないっていうメンタルブロックを形成する最大の要因なんだよ。同時にお金をたくさん持つことイコール悪といったイメージも知らず知らずのうちに刷り込まれていく。なるほど。確かにお金持ちイコール悪って気持ちは心のどこかにあるかもしれません。でもだからといってお金持ちになりたくないとは誰も思ってませんよね。それがメンタルブロックって言われてもいまいち腑に落ちないんですが。いいところに気づいたな。確かにいくらお金イコール悪みたいな認識を持っているからといって、実際にお金を本気で毛嫌いして裕福になることを拒んでいる人が大勢いるとは少し考えにくい。じゃあその疑問に答えていくとするが、そのためにはまず顕在意識と潜在意識を理解することが重要だ。聞いたことはあります。顕在意識は意識的、潜在意識は無意識って感じですよね。そうだな。まあ簡単に言えば、自分自身で自覚できる意識が顕在意識、自分自身で自覚できない意識が潜在意識ってことになる。例えば、勉強しようと思って勉強するとか、買い物に行こうと思って買い物に行くとか、そういった日常生活ではっきり自覚できる行為は全て顕在意識によるものだと考えてもらえればおおむね間違いない。一方で潜在意識は顕在意識を根底から操作しているものだ。さっきの勉強しようって気持ちは蓄積された潜在意識が複雑に関連し合って初めて表面化した気持ちであるということができる。自分の行動は全て潜在意識に支配されていると？その通り。表面上はなんとなく自分で考えて行動しているように思えるかもしれないが、そもそもその自分で考えて行動するということ自体が潜在意識の積み重ねの上に成り立っているわけだから、潜在意識のあり方次第で自分の意思決定が左右されると言っても過言じゃない。なんとなくわかるようなわからないような。例えばメイクをするって行為を考えてみよう。この行為は言うまでもなく、綺麗になって他人からよく見られようという顕在意識に起因するものだ。じゃあなんで綺麗になって他人からよく見られたいという意識が芽生えるかといえば、これは自分が可愛ければ大切にしてもらえるとか、可愛くなければ大切にしてもらえないとか、容姿を褒めてもらえると嬉しい、容姿をバカにされると辛い、すっぴんだと恥ずかしい、目が小さいのがコンプレックスで嫌だといったような潜在意識が複雑に絡み合って導き出した最適解に他ならない。つまりメイクしようとか勉強しようとか、一見自分が自分の意思で考えて行動しているように見えることでも、実際は莫大な潜在意識の積み重ねを経て最後に溢れ出した一滴の感情に過ぎないってことなんだよ。顕在意識はすべて潜在意識によって操作されている。
これを理解することがメンタルブロック解除の第一歩だ。なるほど。逆にすっぴんなのに綺麗だと褒められたとか、メイクで肌荒れを起こして逆効果になったみたいな経験が蓄積している人は、すっぴんで外出するって選択になるのかもしれませんね。ああ、今の話はコップに例えると分かりやすいかもしれない。赤い水を注ぎ続ければ赤い水が溢れ出てくるし、黒い水を注げば黒い水が溢れ出してくる。そしてこの溢れ出してくる水が潜在意識。つまり自分の行動を左右するものだと思えばイメージしやすいだろう。私は極力ネガティブな思考を自分の中に取り込まないようにしているが、その理由はせっかく思い通りに色づけたコップの水に黒い絵の具を垂らしたくないからだ。黒はすべての色を容易に塗り替えることができる強力な色だから、ネガティブを一滴垂らしたらその何倍ものポジティブを注がなければ元の色には戻らない気がするんだよね。話は少しそれたが、要するにお金をたくさん得たいと思ったら、心の中にお金持ちの思考をたくさん詰め込むことが有効ってことだ。そこから溢れ出した最後の一滴、つまり潜在意識は必ずお前をお金を得るための行動に導いてくれるだろう。コップの例え話分かりやすいですね。今の僕のコップにはお金がない、将来が不安、貯金できないみたいな感情がたくさん注がれていると。何より会社の固定給が上限って考えがぎっしり詰まってたら、そこから新たな収入を得ようなんて潜在意識は溢れ出してこないですよね。ちなみにメンタルブロックっていうと、壁とか要塞とか牢獄とか、そういう自分の行動を制限してくるもののようなイメージがあるかもしれないが、これだと外すか外さないかみたいな二者択一の発想で対策しなければならなくなってしまう。でもメンタルブロックは徐々に薄れていくものであって、あるタイミングでドカーンと一発で外れるような代物じゃないんだ。だから今回はそのイメージを一度払拭してくれ。代わりにコップを想像してほしい。コップの中身が潜在意識で、そこから溢れ出してくるものが潜在意識だ。そしてメンタルブロックはコップに注がれている不要な色水のこと。お金持ちの思考イコール黄色の色水。貧乏人の思考イコール黒の色水だとしたら、できるだけ黒い水を排除して黄色い水だけを注ぎ続ければ、結果的にお金持ちの思考が溢れ出して裕福になれるみたいなイメージだな。メンタルブロックの解除イコールコップの水を浄化する作業だと考えると腑に落ちやすいかもしれない。さて、ここでさっきのお金持ちとお金に困っている人のどっちが多いかって質問をもう一度思い出してほしい。私はこの問いに関して、おそらく同じ質問を別の人にしたとしても、お前と同じような回答が返ってくることは想像に難くないと話したが、その理由を覚えているか？日本全体に蔓延するイメージや価値観が原因ってことでしたよね。よく覚えていたな。じゃあ、このイメージのもたらす弊害は何だと思う？コップの水を貧乏思考で濁らせるってことですね。その通り。特に幼少期からこんな価値観や情報にさらされ続けてきた人は、お金への不安や嫌悪感で限りなくコップの水が黒に近い状態だろう。潜在意識が貧乏思考で埋め尽くされていると言ってもいい。当然そこから溢れてくる潜在意識はお金に対してネガティブなものだし、到底お金を引き寄せるような思考じゃないはずだ。ってことはずっと貧乏生活を続けていればいるほどそこから抜け出すのは困難ってことになると思うんですが、でも成金とか成功者って昔は極貧生活を送ってたって方が多いですよね。確かに成功者の多くがお金に困った経験を持つっていうのは事実なのかもしれない。だが一方でそういった成功者は往々にして潜在意識を書き換える能力に長けていることも事実だ。コップの水を強制的に浄化する能力ってことですか？ああ、そしてその能力とは妄想力に他ならない。目の前の苦しい現実が黒い水を注いできたとしても、彼らはお金持ちになった未来の自分の姿を妄想し続けることで黄色い水を大量に流し込み、
結果的にお金持ちの思考を溢れさせることに成功したってわけだ。ちなみにこの妄想力は現状が苦しければ苦しいほど絶大な効果を発揮する。満腹の時に想像するステーキより空腹の時に妄想するステーキの方が何倍も魅力的だし、圧倒的に妄想がはかどるだろ。成功者は貧困という素材をお金持ちになった自分を強力に妄想させるための道具としてうまく利用してきたわけだ。まあこれについては後で詳しく説明するから、今はとりあえず水の濁り具合にかかわらずそれを浄化する方法は存在するってことだけ覚えておいてくれればいいよ。わかりました。誰でもメンタルブロックは浄化できるってことですね。できる。必ずな。ちなみに補足だが、意識における潜在意識の割合は全体の 5% 程度だと言われている。つまり残りの 95% は潜在意識ってことだ。だからこそ潜在意識でどんなにお金欲しいとかお金大好きって思ってたとしても、潜在意識が余計なもので埋め尽くされていれば必然的にそちらが優先されてしまう。だが裏を返せば潜在意識さえ書き換えてしまえば 95% は成功したようなものだ。これはメンタルブロック浄化の必須知識だから、今ここで強く心に刻んでくれ。はい。潜在意識の重要性はよくわかりました。じゃあここから具体的な方法論に入っていくわけですね。潜在意識を書き換えるためには、まずは機械的なワークを淡々とこなすことが重要だ。あれこれ考えて、ああでもない、こうでもないって右往左往しながらやることより、淡々とブレずにやることの方が潜在意識に届けやすいってメリットもあるしな。そしてこれから挙げる方法は数ある方法論の中でも極めて継続が容易で効果が実感しやすいものとなっているから、心して聞いてくれよ。はい、よろしくお願いします。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。本書はカウンセラーと青年の会話形式で物語が進むのですが、それでもジェグさん独特の空気感がありますよね。前回ご紹介した本もそうでしたが、このどこか不思議でも説得力があってめちゃめちゃ腑に落ちる、この感じがいいんですよね。今回はお金がテーマですが、お金に対するメンタルブロックを外して生涯お金に困らないマインドセットを手に入れて、さらにお金持ちになるための道筋まで見えてくるようになるんです。しかも超具体的に。本書を読み終えたら、あなたは自分がやることがはっきりわかるようになり、それを進めていくだけで理想の未来へたどり着くようになるんです。確実に。ね、なんだかワクワクしてきませんか？そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。とにかくまずは読んでみてほしい一冊。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。